皆さんこんばんは、サイラです。今回はスーパーロボット対戦30で中盤までに使える全機体の5段階強化でのボーナスを紹介します。次回は同じタイミングでの全キャラのエースボーナスの紹介をしようと思います。進み具合によっては機体がネタバレになると思うので、気になる方はここでご視聴をおやめください。このチャンネルは新作ゲームで攻略に役に立つ情報や難易度の高い謎解きなどを紹介するチャンネルです。この機会にぜひチャンネル登録お願いします。ミッションに星マークがついているキーミッションですかね。これのケレス対戦っていうところが終わったあたりでの内容になります。強化は機体の強化と武器の強化で分かれています。機体の強化は5段階、10段階、15段階でそれぞれボーナスがもらえます。武器の強化はボーナスないんですね。AOS のハンガーにある機体改造設備とか武器改造設備、これの8段階目を開放することで15段階目の強化っていうのができるようになります。機体の強化の5段階目では機体ごとに特殊な効果、カスタムボーナスっていうのがもらえて、10段階と15段階では全機体共通のボーナスがもらえるっていう感じです。10段階、15段階の時の強化のおすすめは移動力と射程ですかね。私は10段階で移動、15段階で射程にしています。機体によっては射程ではなくって他を選択するっていうのはありだと思います。移動についてはどの機体でも必須かと思うので、これは選択しておいた方がいいと思います。ということで、今回は機体の強化の5段階目でもらえるカスタムボーナスの紹介をしていこうと思います。まだ中盤だと思うので、今後機体はどんどん増えていきます。なので今回の動画、中盤まで進めたらっていうところで考えてもらえればいいかなと思います。見たい機体があればチャプターつけていますので、そこまでスキップしてご確認ください。購入したパッケージによっては存在しない機体もあるかもしれません。そういう場合は流していただければと思います。並び順ですが、機体名順にしています。それでは表示していきます。最初にこちら。走行が上がるのと一部の武器の攻撃力が上がるっていう感じですね。攻撃強化してないんですが結構高いので強化していったらかなり使える武器になるんじゃないかなと思います。射程が短いのがちょっとネックですかね。次はこちら。すべての武器の攻撃力アップ。これ結構大きいですよね。あと移動力アップ。これも非常に大きいと思います。次はこちら。一部の武器が攻撃力上がる。運動性が上がる。ちょっとボーナスとしては微妙ですね。続いてこちら、ゲットしたばかりの機体です。一部の武器の攻撃力が上がるのと、移動力が上がる。移動力上がるのはなかなかいいですね。続いてこちら、全体的にステータスが上がるっていう感じですかね。運動性が上がるのも結構いいと思います。続いてこちら、これは持ってない人いるかもしれないですね。一部の武器の攻撃力、消費エネルギーが減るっていう感じですね。一部っていうところでちょっと微妙なボーナスですかね。続いてこちら、主人公ですね。強化パーツが追加で付けられるっていうところで、かなりいいと思います。これは皆さん強化してるんじゃないかなと思いますね。次はこちら。すべての武器にバリア貫通をつけるっていうことなので、敵によっては非常に有効だと思います。次はこちら。カウンター属性がつくと、敵から攻撃を受ける際に、先制攻撃、逆に先に攻撃を与えられるっていう効果がつくので、これもなかなかいいんじゃないかなと思います。続いてこちら。これがちょっと突起的な感じですね。補給装置がつくっていうところなので、レベル上げするときに非常に効果が高いです。特にガンダム系統の機体は乗り換えができるので、いろんなキャラクターメタスに乗っけて補給装置でレベル上げる。こういう使い方するといいと思います。一番強化でお勧めしたい感じですね。これは戦艦ですね。一部の武器が攻撃力上がる。次がこちら。ウッソ仲間になった時に初めて乗っていた機体だと思うんですが、一部の武器の攻撃力が上がる。運動性が上がるっていう感じです。これも同じですね。名前が違うんですけど、同じ性能ですね。続いてこちら。一部の武器の攻撃力が上がる。射程も上がる。ただ機体自体はそんなに強くないので、ちょっと微妙かなと思います。続いてこちら。ある程度進んでから仲間になる機体で、これも補給装置ついてるんですけど、補給装置が2マスまでかけれるっていう感じになります。まだレベル上げとかしてなかったら、この機体を使ってっていうのもいいと思います。続いてこちら。
全ての攻撃力が上がる。結構大きいですね。運動性上がる。これも結構いいカスタムボーナスだと思います。続いてこちら。移動力も上がるし、射程も上がるしっていうところで、かなりボーナスいいんじゃないかなと思います。SP が上がるっていうところもありますね。続いてこちら。これも移動力が上がる、走行が上がる、SP が上がる。なかなかいいと思います。続いてこちら、バリア貫通を得るっていうところなので、これも結構大きいんじゃないかなと思います。敵によってはバリアでなかなかダメージ与えられないっていうことがあると思うので、いいカスタムボーナスだと思います。続いてこちら、同じですかね。これはもしかしたら隠し機体かもしれないです。シャドウ丸で何度もカゲロウを倒すと仲間になる。そんなキャラクターのような気がします。続いてこちら。特殊効果の効果アップっていう感じですかね。ダメージ 1.2 倍っていうのは結構大きいと思いますね。武器の攻撃力が高くなってくればダメージが増えてくるんですけど、その時に最終ダメージが 1.2 倍っていう感じになるので、なかなか強いんじゃないですかね。武器の攻撃力が 1.2 倍だったら最高なんですけど、そうではないっていう感じですかね。続いてこちら。一部の武器の攻撃力が上がる。マップ兵器が追加される。これですね。なかなかいいと思います。続いてこちら。エネルギー走行はおまけで、エネルギー回復が中になるっていうところがポイントですかね。強化パーツとか補給の精神コマンドとかいろいろあるので、正直そこまで使えるかなっていう感じはありますが、単独で戦う場合はなかなかいいと思います。続いてこちら。これも隠しってほどじゃないと思うんですが、兜小路で敵をある程度倒して出てくるミッションでもらえるっていう感じだったと思います。ボーナスはちょっと微妙ですね。走行が上がるってとこですかね。続いてこちら。これも同じような効果ですね。微妙ですね。スーパーロボット系走行値高いので、それがプラスされるって意味では死ににくくなるっていうとこですかね。続いてこちら。すべての攻撃力が200。これがなかなかいいと思います。兜小路が最初に乗ってた機体ですかね。続いてこちら。これは白が乗ってる機体ですかね。こっちも攻撃力が全部上がるっていう感じで、なかなかいいと思います。続いてこちら。移動力が上がるっていうのと、SP 最大値が1.25 倍になるってとこですかね。これもなかなかいいんじゃないですかね。レイヤースシリーズ系はみんな同じ効果ですね。続いてこちら。このキャラクターは全然私知らなかったんですが、ボーナスはなかなかいいですよね。移動も上がるし、運動性も上がるし、全体的にパワーアップしてるって感じですね。続いてこちら。移動が上がって、全武器が200上がる。なかなかいいと思います、これも。続いてこちら。かなり特殊な効果ですよね。自分の周り5マスにいる味方の命中回避を 20% アップさせるっていうところ、ちょっと特殊ですよね。自分の機体は変わるのかっていうところはちょっと気になりますが、なかなか面白いと思います。次。移動力が2上がるっていうのはなかなか大きいと思います。私はこれに MXP コンバーターを装備して移動させてます。続いてこちら。射程が1上がる。気力130ってなってますが、簡単に上がると思うので、射程が1上がるっていうところはなかなかいいんじゃないですかね。ただこの武器の性能が移動後に攻撃ができないので、そこが若干使いづらいかなってところですね。続いてこちら、ジュリアシステムが最大になった時 1.2 倍っていうところで、これなかなか最大にならなかったと思うんで、ちょっと微妙かもしれないですね。だから最大の時にはかなり効果が高いっていう感じですね。続いてこちら、一部の武器の攻撃力と弾数が上がる。これですね。ちょっとボーナスとしては微妙かなってところですね。続いてこちら、これも同じく一部の武器と射程が上がるっていう感じですね。これです。続いて戦艦ですね。一部の武器の攻撃力が上がる。消費エネルギーが減って必要気力も減るっていう感じ。ちょっと微妙ですね。続いてこちら。移動力が2上がるっていうのはなかなか大きいですね。続いてこちら。一部の武器の攻撃力と射程が伸びる。移動力が上がるっていうところは大きいですね。続いてこちら。これも私知らなかったんですが、なんかウルトラマンみたいですよね。移動力が上がって、気力も上がる。なかなかいいですよね。ミッション中にいろんな武器が追加されていって、どんどん強化されてる感じがあって、最終的にどうなるのかちょっと楽しみですね。続いてこちら。これは持ってない方いると思います。昔のスーパーロボット大戦の主人公だったキャラクターですね。強化パーツスロットが増えるっていうところでかなりいいと思います。続いてこちら、戦艦ですね。これも強化パーツが増えるっていう感じで
かなりいいと思います。以上で紹介を終わります。まだまだ機体増えると思うので、予想ですけどまだ半分ぐらいなんじゃないかなと思ってます。この動画好評であれば、残りの機体手に入ったタイミングでまた紹介していこうと思います。次回の動画は、同じタイミングでの全キャラクターのエースパイロットボーナスを紹介していこうと思います。今画面の左下に見えてるやつですね。これ全キャラクター分開放しましたので、これを紹介していこうと思います。機体はお金があれば簡単に確認できると思うんですが、エースパイロットは結構大変だと思います。私もかなり時間かけました。中にはえぐいボーナスもあるので、次回の動画公開までお待ちください。今回の動画はどうだったでしょうか？感想をコメントで残してくれると嬉しいです。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、ベルマークお願いします。私たちもたまに出るので見てください。